ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はあやめの描き方について私なりに説明していきたいと思います。花やつぼみ、葉の描き方を説明していますので、最後までごゆっくりお楽しみください。あやめの花を描く前に簡単に花の構造について説明しておきたいと思います。あやめの外側の花びらは3枚です。上から見るとだいたいこのような位置になります。内側の立っている花びらの位置は外側の花びらの間になります。厳密に言うと外側の花びらは外花被片といって額にあたるそうです。外側の花びらと同じ位置にある小さな花びらのように見えるものは花柱といってめしべにあたるそうです。それではこの方向から見た花を描いていきたいと思います。まず中央の花びらを描きます。花びらの形は下が膨れた楕円形のような靴べらのような形です。両側の花びらは中央の花びらよりも細く描くと良いと思います。花びらの裏の部分が見えていたり、横の部分だけ見えているような感じになります。内側の立っている花びらは外側の花びらと花びらの間に来るように描きましょう。あやめは外側の花びらの付け根の部分に網目模様が入ることからあやめと呼ばれるようになったそうです。小さな花びらのような花柱は外側の花びらに重なる位置で描いておきます。少し方向を変えて花を描いていきたいと思います。この方向から見ると外側の花びらが2枚見えるようになります。内側の立っている花びらは外側の花びらの間に来るように描きましょう。外側の花びらの間から見える花の根元の部分も描いておきました。花柱も外側の花びらの上に描いておきます。後ろに見える花びらを描いても良いかもしれません。花びらの根元の筋も描いておきました。外側の花びらに黄色い筋が入れば花菖蒲、白い筋が入れば柿つばたというように花を見分けるそうです。それでは実際に描いていきましょう。花に使用する色はパープル、チタニウムホワイト、イエローミドルの3色です。平筆の18番を使いダブルローディングで描いていきます。何回か絵の具をつけ、しっかりと筆に絵の具を入れていきましょう。筆を左右に揺らしながら細かく花びらの筋をつけていくような気持ちで筆を動かしています。この花びらは横から見ているので花びらの幅が狭くなるように描いています。この花びらは花びらの裏側が見えているような感じに描いています。丸筆の2番に黄色を取り、花の根元に色をつけていきます。花びらの白い部分と色が馴染むように黄色を伸ばしていきましょう。内側の立っている花びらはフィルバート筆の10番で描きました。紫に白を筆先に取りストロークで描いていきます。柔らかい曲線になるようにストロークをしています。3枚の花びらの区別がつくように両側の花びらを少し濃い紫にしました。
渦中も紫をつけた筆の先端に白をつけストロークをします。外側の花びらと同じ位置で渦中の先端が持ち上がっているように描いています。先端に白い筋を入れようと思いストロークを重ねてみました。ライナー筆に紫色を取り筆先を整えます。花びらの根元の部分から広がるように細かい筋を入れました。花びらに白のサイドローディングを入れ翻りの部分を作りました。2つ目の花は外側の花びらが両側に2枚見えている花です。先ほどと同じように筆を左右に揺らしながら描いていきます。3枚目の花びらは遠くに少しだけ見えるように描いてみました。内側の立っている花びらも先ほどと同じようにストロークで描いていきます。花びらの根元の色付けや筋は花びらの形に沿わせるように描いていきましょう。小さな花びらのような渦中は外側の花びらの上に乗せるように描いていきます。葉や茎の色にはダークフォリッジグリーンとグリーンシーを使いました。平筆の10番に2色を取りダブルローディングのように色をミックスさせて描いていきます。花の根元の膨らんだ部分は葉が3枚重なったようにして描きました。茎は筆を横に滑らせるようにして描いています。こちらの花は少しだけ膨らみが見えているようにしました。葉は1回のストロークで描いていくのが理想的です。葉の翻りは葉の流れが切れて細くなった部分からつながるようにストロークをします。いろいろな葉の形を描き変化を持たせましょう。茎を白っぽい緑にして葉と区別がつくようにしました。つぼみは紫と白のダブルローディングで描いています。つぼみの下の膨らみは3枚葉が重なるようにして描きました。早めの絵が完成しました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけると嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。